今週の出雲ラボはダイソーのゴミ袋ホルダーを使って引き出し式の分別ゴミ箱を作ったので紹介します。ぜひ最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは、出雲です。今週はダイソーのゴミ袋ホルダーを3つ組み合わせて分別ゴミ箱を作ったので紹介します。我が家のゴミ箱エリアはこんな感じで高さがあんまりないんですよ。長らくゴミ袋の設置に不自由してたんですけど、ダイソーのゴミ袋ホルダーを見つけまして、これを使っていい感じに分別ゴミ箱ができました。画面奥からペットボトル、プラゴミ、燃えるゴミの順番、ゴミの種別シールまでついてる便利なゴミ袋ホルダーです。本来はもっと背の高い商品なんですけど、ここの柱が3本の組み立て式になっていて、1本抜いたらちょうどいい高さになりました。ざっと外枠の紹介から。フレームはダイソーの 15mm 角棒を木工用ボンドと L 字金具で固定しました。四隅にはホームセンターで買ってきた引き戸用のタイヤ。そこにはやっぱりダイソーのワイヤーネットを貼り付けています。窮屈ですが、ゴミ袋ホルダーを3つ並べることができます。取っ手を掴んで前後に移動が可能。収納での使い勝手はこんな感じ。分別してゴミを入れておくことができます。収納から簡単に引き出すことができるのですが、完全に引き出さないと蓋が開かない。ちょっと面倒ですよね。で考えました。さて、工作の時間です。蓋を外してきました。中央に線を引いて、もはやおなじみアクリルカッターの出番。だいたい10回ぐらいカリカリやって、サイドはルーターで切っちゃう。サイドが切れたらパキッと折れます。分離完了。このままだとさすがに不便なので蝶つがいをつけましょう。Amazon で買ったのですが、サイズをよく確認しないで買ったらすごく小さかった。びっくりです。2つに割った蓋を一旦セロテープで留めて、蝶つがいも同様に仮止めします。ルーターで穴を開けます。あとはボンドと針金で固定します。まずは蓋にボンドを塗って、蝶つがい側にも塗って、適当に乾かしてから貼り付けます。針金を通して、裏側で締めます。あまりきつく締めすぎると針金が切れちゃうので注意。これを4箇所やりました。ボンドだけでもいけそうだったんですけど、用心のために針金でも固定しています。2時間ほどボンドが固まるのを待って、開閉具合を確認。あ、いい感じです。これなら使えるでしょう。実際の動きの様子です。全部引き出さなくても開閉 OK。これだけ開けばゴミを入れるには十分。ちょっと使い勝手が良くなりました。はい、というわけで、ダイソーのゴミ袋ホルダーで分別ゴミ箱を作ってみたよっていうお話でした。
電子工作もいいですけど、こういうある程度サイズのある工作も楽しいですよね。嫁様も喜んでくれました。では、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらですね、高評価とかチャンネル登録とかしていただけると大変嬉しいです。例によって次回は未定ですが、何か考えておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。